ゆるかかと歩きで外反母趾はどこまで改善するのか、どれぐらいで改善するのか、また他にどんな症状が改善していくのか、具体的な症例を使って解説します。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回は私たちの提唱しているゆるかかと歩きという歩き方で外反母趾がどれぐらい改善するのかとか、どのぐらいの期間で改善するのかとか、そのあたりをお伝えしていきたいなというふうに思います。実際に外反母趾で悩んでいる方とか、あとは外反母趾の改善に携わる先生方もそうだと思うんですけど、歩き方でそんなに変わるんかなとか、歩き方で変えるってめっちゃ時間かかるんちゃうかなって思ってる方がすごく多いと思うんですよね。なんとなくバシッと治療した方が早く改善しそうな気もするし、実際のところどうなんだろうっていう。で、結論から言いますとすごく改善も早いし、改善しっかりとするんですけれども、それを私が言ってるだけじゃなくて具体的な例を使ってそれをお伝えしていきたいなというふうに思います。今回の内容です。まずどれぐらいの効果があるのか、そして具体的な改善例ですね、症例をお見せします。で、なぜこれほどまでに効果が高いのか、そして最後に改善のための重要なポイントというのをお伝えします。今回の動画をご覧になることで、あなたは問題動作の改善ということが体にとってどれぐらい大きな効果をもたらすのかというのが理解できるようになります。ではまずどれぐらいの改善効果があるのか、ゆるかかと歩きという歩き方を実際にやり始めて、それを遂行していって、どれぐらいの改善までが外反母趾が改善するのかについてですけれども、今からお伝えするのはこれはきっちりとできてっていう話です。ゆるかかと歩き指導の資格を持っている先生が指導した場合の話ですね。ですから独学の場合はちゃんとできてるかどうかがそもそもちょっとわからないので、そうじゃなくてちゃんと指導した場合っていうことで聞いてください。で、まず痛みですね。痛みに関しては極端に言えばその日にも痛くなくなって、初回ですね、一番最初教えた初回にその日に痛くなくなって、もうそのままずっと痛くないっていうケースはものすごくたくさんあります。痛みというのは逆に言えばそれぐらい簡単といえば語弊がありますけど、そんなに難しくないですね。で、遅い方でも 4,5 回目ぐらいにはもう皆さん大体なくなってますね。で、痛みがなくならなかったケースというのは今のところほぼ1件もないですね。これ私だけじゃないです。私が指導した先生方も含めて、その先生方の患者さんですねも含めて、ゆるかかと歩きをきちっとできた患者さんで痛みがなくならなかった方っていうのはほぼいないです。これは本当は一回習ってみたらすぐ分かる話なんですけど、その歩き方やってみたら、そらこれやったら絶対痛くならへんわなっていうのはすぐ分かることなんですけどね。それぐらいのまず痛みに関しては改善効果があります。角度に関してですね、外反母趾というのは角度が基準というふうにもう分かってるんで、外反母趾は角度を測りましょう。もうこれ測らないとその改善したかどうかは分からないです。指がこんなになったから治ったとかそういう話ではないんでね。で、私は私の指導者先生方の治療院ではもう全部角度はきっちり測ってます。それはもう最低限の話なんでね。基準は外反母趾というのは公によく使われている基準でいうと、15度を超えれば外反母趾で、20度を超えれば中程度、40度を超えたら10度なんですけど、この角度のところですね、ここを測ってそのぐらいで、それぐらいというふうになってます。で、この角度がだいたいマイナス5度から10度ぐらい減るというのが普通です。で、私の場合で言うと、今まで最高減らしたというか、記録的に減ったのがマイナス20度ぐらいですね。38度の人が18度とかかな。それぐらいが最高ですね。だから言うたらあれです。38度って言ったらもう10度手前ですよね。10度手前の外反母趾が18度というとほぼ正常値ですね。15度以下が正常値なんで、そこまでの改善ぐらいまでいってます。そういうケースもあるぐらいです。で、外反母趾の角度も全く変わらないっていう人は全体の 2% とか 3% ですね。これは私の指導している先生も含めての話ですけれども、角度が全く変わらないっていうのはそれぐらいです。で、あともう一個は私たちは横幅も測ってるんですね。なぜかというと、外反母趾っていうのは親指が内に食い込んだ病気ではなくて、本当はこの足の横幅が広がった結果親指が角度がついたという病気なんで、治る時は親指がこう広がって治るのではなく、横幅が締まった結果まっすぐになるんですよね。だから外反母趾は親指をこっちに広げても絶対治らないわけですね。で、こう締まっていかないとダメなんですけど、ということは足の横幅が必ず狭くなっていくということになってます。で、これもだいたい3ミリから5ミリぐらいは普通減りますね。
だから足の横幅で3ミリから5ミリ減るとすごいことですよ。靴ガサガサです。だから当然靴に当たって痛いということもほぼなくなりますし、私が今まで一番減らしたので横幅 1.5 センチぐらい減らした方はいます。1センチぐらいだったら結構ありますよね。1.5 センチではさすがに記録的な減りですけどね。それぐらい改善します。これらは私だけでも症例で1000例を超えてますしね。私の指導している先生方も今全国でこのやり方で同じやり方でやってる先生が20人以上いますけど、その先生方も皆さん同じような成果が出てます。それぐらいきっちりと測って分かっているものですね。でそれに対してのあと条件言っておくと、よくあるのがこれは若い人だけしか治らないのか、私年配だけど治るのかって言われたりしますが、80超えてる人でも治ってます。で小学校低学年ぐらいかなぐらいの子からも治してますね。でそれぐらいの幅で治るんで治せる可能性はみんなにあるし、みんなある程度は改善するんですけど、ただ一番の問題はやる気の問題なんですね。だからこれは歩き方という習い事を習得しないといけないので、そういうのは自分で相当やる気を持ってやらないと難しくはあります。そこが大きな条件ですかね。年齢とかよりも自分でそうなりたいとか直したいっていう熱意がどれぐらいあるかということになります。はい、ではここからは、先ほどお伝えしたような改善例を本当に改善しているのかどうかを、実際の症例を使ってお伝えします。で私の場合はフットルックっていう大学病院なんかでも使っている、すごく信頼性の高い測定器で測定したデータを持っています。でこれが1000例以上あるんですけど、その中でサンプルを3つほど挙げますね。で私の指導した先生方もフットルック入れてる先生すごく多いんですけど、フットルックがまだ導入できてない先生も角度測定アプリとノギスって言って横幅を測るこういうふうに測る機械というかそういう測りですよね。で測ってます。測らないという先生は基本的にいないですね。それは最低条件です。では具体的に見ていきましょう。まずですね、この方は20代の女性ですね。28.1 度、これ左足ですねの角度、これだから中程度のど真ん中ぐらいだったのが 14.6 度というところは外反母趾ではないところまで来てますね。一応正常値で、右は 23.2 度が 11.4 度まで減ってます。でこれ横幅にも注目してもらいたいんですけど、この横幅が左が 9.5 センチだったのが 8.9 センチ、6ミリ減ってますね。これ6ミリってものすごいですけどね。で右は 8.8 センチが 8.4 センチで、ここまで来るのに、かかった期間が6ヶ月、半年です。で私たちの場合は本当は半年よりもっと早く改善はしてるんですけど、それが定着してそれを自分でコントロールできるというか自分でキープできるところまで持っていってから最後測ってるんで6ヶ月にはなってますけど、実際これ4ヶ月ぐらいで達成してますけどね、この角度は。で私たちの場合はアフターの方の測定はその前の治療会から1ヶ月ぐらい間空けて、でそれで、治療に来てもらって治療する前にすぐ取るんですよね。そうしたら1ヶ月ほっといた状態でどうなんっていうのが分かるわけです。それでこれぐらいです。だから治療してたらもっといいですよね。わざと最後ハードルを上げててこれぐらいまで改善してるということですね。だから私たちの治療院では基本みんな卒業をちゃんとしていくと。で2つ目のケースですね。次はもうちょっと角度広がってます。この方は50代の女性ですね。左が 33.5 度でが 17.1 度だから 33.5 度というとこれももう10度にちょっと差し掛かろうかいうとこですね。それが 17.1 度まで減ってます。これも正常値手前ですね。で 27.7 度、これ右ですね。 22.2 度まで減ってます。でこの横幅の減り見てもらいたいんですけど、左足の方は 10.2 センチが 9.1 センチですから1センチ以上減ってるんですよね。この足で横幅で1センチ以上減るっていうのはもうこれえらいことです。もう靴ガサガサで靴買い替えなあかんかいうぐらいです。で当然この足が締まると、骨組みとして締まるからものすごい安定するんですね。歩くのめちゃくちゃ楽になります。でもう一個の右足が 10.0 が 9.4 ですね。これでもすごいですね。でこれに達成するのに先ほどちょっと言ってたと思うんですけど、これも4ヶ月ですね。これ十分4ヶ月でいってます。で最後のケース、これは一回ものすごい重い人の話もしておこうと思って出してきてるやつですけど、これは60代後半の方ですね。左の方は 48.1 度なんで、これ50度に届こうかってやつです。私たちの見てきた中で今までで最高一番いった外反母趾で55度とかですから、もうそれに近いぐらいです。でそれが 38.9 度まで減ってますから、これ一応中程度のとこに入ってきてるんですよね。10度ぐらい減らしてます。で、逆の右足が 44.8 度が 36.6 度
で横幅もこれ見てもらったら、左は 10.5 センチが 9.7 センチだから、これは8ミリですね、減ってます。で逆は 10.4 が 9.6、これも8ミリ減ってますかね。で正直なところこの辺までいくともう綺麗に元には残念ながら戻らないんですよね。ただこの方も痛みがあったのも痛みもなくなってるし、履く靴がもうなかったらしいんですよね。その履く靴がないのはきっちり履けるようになってる、靴が選べるようになってるのですごい喜ばれてます。だから重度の方でも十分改善はするということですね。はい、いかがでしょうか。今の改善で見ていただいたらすごいなと思っていただいた方多いと思うんですけど、実際にこれぐらいやっぱり改善できるんですよね。でなぜかというと、本当は仕組みとしては簡単で、ちょっと例え話で言うと、食べ過ぎで太ってる人がいたとしたらどっちが痩せるのに効果があるか考えてもらいたいんですけど、食べ過ぎをやめて適正な食事にするっていうのと、食べ過ぎそのままで運動して痩せるのどっちが痩せやすいですかって話です。食べ過ぎそのままで運動しようと思ったらえらいことですよね。これも簡単に言えば穴の開いたバケツで水すくってるみたいなもんですよね。でそれに対して食べ過ぎというのが原因って分かってたら、それやめたら減るじゃないですか。それまっとうですよね。で外反母趾もそういうことなんですよね。外反母趾も原因が歩き方なんで、今の肥満の話と一緒で、歩き方そのまままずいままでいくらテーピングしてもマッサージしても何してもそれはざるで水すくってるみたいなもんです。だから治らなかったんですよね。だから今までそれで治らなかった人は全然悲観することないです。ざるで水すくってただけやから。でそれに対して、歩き方問題なんで、歩き方変えたらこれぐらいの改善が十分手に入るということです。ですから全然不思議なことでも何でもないです。ただ注意点があるのは、やっぱりまず一つは、この話聞いてもまだ本当に歩き方ぐらいでって思ってる方、もっと言えばかかとでどんどん歩いたぐらいでって思ってる方もおられると思うんですよね。でゆるかかと歩きっていうのはかかとでどんどん歩くことを別に言ってるわけではないのでね、これYouTube なんかやり始めるとよくそういうふうななんか誤解をする人が多いんだなっていうのは分かってきたんですけど、かかとでどんどんじゃないからゆるかかと歩きって言ってるんでね、だから皆さんの思ってるかかと歩きとはちょっと違うかもしれないですね。でもこれが本来人間の持ってる歩き方に近いやつです。はい、この歩き方は習得にあたってきちんとできれば必ず効果は出ると言えるんですけれども、効果が出てない場合は思ってるよりも癖が強くてやっぱり引っ張られてる場合が多いんですよね。改善がきっちりできてない、歩き方が変わっていない、動画の通りはできてないっていう場合がすごく多いです。でその場合はやっぱりもう自分一人でやるよりかはゆるかかと歩きの指導ができる先生のところに行って教えてもらうのはすごくいいですね。で私が指導している先生方というのは私と同じような指導の力を持っている先生方です。なぜかというと、私はもともとそのスキューバダイビングのインストラクターをやってたり、あと営業マンの指導をしてたりしてたので、教え方を教えることができるんですよね。だからその先生方がうまく教えれるように私その先生方を教えれるっていうことになってあるんです。ですからその先生方のところに行っていただくと、あなたのできてないところをうまく教えてくれて、できる状態に引っ張ってくれますんで、そういう先生方を頼っていただくといいのではないかなというふうに思います。必ず改善は、するんでね、頑張ってみてください。